どうも、モブです。今回は、松本メイのアーティファクト制作イベントについての動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、待ちに待ったアーティファクト制作イベントが本日から開催されているよ。前回の開催は約3ヶ月前にもなるので、復刻までにかなり時間がかかったね。次に、制作イベントに必要な専用アイテムの獲得方法について説明するよ。1つ目はダンジョン探索チャレンジイベントでポイントを貯めてチケットのかけらを入手することだね。また報酬の中にはアーティファクトチップやゴールドも含まれているので、とてもありがたいイベントだね。そしてポイントを貯めるには指定されたミッションをクリアする必要があるよ。ポイントを多く獲得するためにゲート探索や封鎖任務、インスタンスダンジョンを毎日欠かさずプレイするようにしよう。また2つ目の方法として、ショップの300日記念のところで魔法石やダイヤなどを消費して購入することができるよ。次はアーティファクト制作イベントのやり方について説明するよ。まずはじめに制作したいアーティファクトセットを選ぶよ。基本的にはダメージを多く与えることができるアタッカー用のアーティファクトを作ってあげよう。次にアーティファクトの部位とメインオプションを選択するよ。事前にどの部位のどのオプションを選ぶのか決めておこう。最後に良いサブオプションが揃うまで抽選するよ。また抽選にはアーティファクト強化チップを使用するので、引き際を見極めることも重要になるね。さて、ここからは少し専門的な内容に触れていくよ。まずはメインオプションとサブオプションについてだね。結論から言うと、メインオプションは追加ステータス、サブオプションはステータスパーセントを推奨するよ。これはこのような緻密な計算をもとに算出された結果だよ。また前回のアーティファクトの動画と違う点は、武器の最大レベルの拡張により基礎攻撃力が引き上げられたため、メインオプションが追加攻撃力、サブオプションが攻撃力パーセントの場合、プラス1からでも優勢になったことかな。しかしまだ120レベルが普及してないことに加え、知能に大きく振る場合もあるので、攻撃力パーセントにプラス2以上つくのが最低条件になりそうだね。このオプションの優劣や詳しい計算は過去の動画で解説してるので、このサムネの動画を見てみてね。次に計算や難しい話が苦手な人用に簡易的な指標を作成したよ。またハンターによっておすすめのアーティファクトが違ったり、特性によって盛るべきオプションに少なからず差は出るので、そこだけ注意してね。次は基本ステータス以外のオプションについて詳しく説明するよ。まずはクリティカル率とクリティカルダメージだね。これらのオプションはステータスの表記で漏れていたとしても、実際の戦闘では大きな制限を受け、表記より低い数値が適用されるよ。これはレベル抵抗という仕様で、敵のレベルが大きいほどより多くのステータスが必要になるよ。また必要なステータスを算出するためには特殊な計算をする必要があるよ。特にクリティカル率は複雑で、推奨戦闘力による増減に加え、レベル抵抗、外部要因、さらには野獣アーティファクトによる重複期待値を考慮する必要があるよ。そうすることによってクリティカル率を 50% 以上にキープすることがポイントだね。次にダメージ増加と防御力貫通について説明するよ。まず一般的な関係性で例えると、防御力貫通よりダメージ増加の方がより大きいダメージを与えることができるよ。その理由は、防御力貫通という効果が防御力が極めて高い敵に有効なオプションであり、使用上防御力減少の効果が適用されると効果が減少するからだね。また防御力貫通が優勢になる場合とは、防御力が極めて高い光の攻防デイモスや防御力が増加する効果を持つ
ギルドボスのファフと名だね。他にも防御力減少の効果が少ないハンターモードでは諸菱アキナの活躍が光るよ。そのため対する敵や状況によってダメージ増加と防御力貫通の比率を変える必要があるよ。次は魔力消費量減少について説明するよ。魔力消費量減少は魔力系のオプションの中でも最も重要視しなければならないもので、スキルに必要な魔力消費量を少なくしてくれる効果があるよ。実際にカナのスキル1では魔力消費量が396必要だけど、魔力消費量減少3335を適用すると106減少の290の魔力でスキルを発動することができるよ。ちなみにこの効果がギルドボスではかなり重要で、カナ、早乙女、高坂などのハンターは他のハンターに比べ大きく盛る必要があるよ。しかし魔力消費量減少も他のオプションと同じように効率が減少する傾向にあるため、盛りすぎには注意しよう。最後に制作イベントを実践していくよ。今回はエンジュアーティファクトの兜部位が弱いので狙っていくよ。事前にどのセットのどの部位を制作するのか決めておこう。またロック機能を使うとロックした方が発光し固定され、片方のオプションのみ抽選できるようになるよ。これで最終的に比較して選択することも可能だね。ここでのポイントは引き際を見極めることと集中することだね。早送りしてるけど間違えて良いオプションを再抽選してしまったよ。そしてしばらく抽選するとカナ用の良いアーティファクトができたよ。このアーティファクトを専用チケットを使って制作しよう。最後に制作したアーティファクトを強化していくよ。ちなみにここからが本番でもあるよね。どれだけ攻撃力パーセントにプラスがつくか楽しみだね。話は変わるけど、強化する際は各段階で止めてからオプションを確認するようにしよう。序盤で外れのオプションを引いているのに最大20強化まで行くのはあまりおすすめしないよ。ちなみにこのような場合は攻撃力パーセントにプラスがつけば9大点だね。なんと気持ちが届いたのか最後の最後で攻撃力に乗ったよ。皆さんも良い強化運に恵まれると良いですね。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。